皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第20回目。テーマは東京裁判、その8回目になります。 WGIP War Guilt Information Program、 その5回目です。本日のテーマは無条件降伏という誤解です。ここ数年、テレビ局や新聞社が赤字を抱えていることをご存知でしょうか。その理由は若者の本やテレビ離れだけではありません。インターネットは急速に普及し、あらゆる世代がたくさんの情報を自分で選択して見るようになりました。従来のマスコミが語らなかった真実が明らかにされ、これに気づいた多くの日本人が不信感を抱き、離れていくようになりました。これが従来のマスメディアが赤字を抱える大きな理由です。テレビや新聞への常識が大きく崩れ始めています。本当のことを知りたい。この渇きは国や世代を超えて世界中の人々の切なる渇きとなりつつあります。捏造された歴史観から解放されるためにも、私たちは戦後の日本の原点である東京裁判から真実を学びたいと思います。さて、私にとって最も関係の深い大東亜戦争の終結であるポツダム宣言についてお話しさせていただきます。昭和20年、1945年8月14日、日本はポツダム宣言を受諾しました。この宣言の正式名は、日本の降伏条件を定めた宣言です。ポツダムは地名で、宣言の名称そのものが条件と銘打っています。日本は国体の護持、つまり天皇を中心とした政治体制の維持を条件としました。しかし、無条件降伏を受け入れたと聞かされ続け、何の疑問も持たなかったと思います。私はここに日本人として非常に大切な問題が秘められていることに気づきました。ほとんどの日本人がこのように言います。日本は戦争に負けたのだから何を言っても始まらない。アメリカがどうしようが、どんな無理を押し付けようが仕方がない。ここから生まれるのは主体性のない生き方です。理不尽な要求に対して声を上げる権利がない。言われるままに受けるしかない。このような諦めの姿勢が私たち日本人の戦後の生き方に決定的な影響を与えました。正々堂々と論じることをためらうようになりました。ポツダム宣言は条件付き降伏です。条件をもとに交渉し、権利を主張できると考えると勇気が湧いてきます。双方に条約を守る義務が伴います。一方的な押し付けは通用しません。GHQ はそれを根こそぎ抜き取ろうとしたのです。巧妙な言葉のトリックです。無条件降伏であったと信じ込ませたのが WGIP、 戦争宣伝工作です。戦いで言えば、抵抗できないようにしてから調理する常套手段、戦意を喪失させたのです。その術中に見事に日本ははまりました。相手の言いなりという姿勢は潔い美徳ではなく、熾烈な国際社会では無防備極まりないのです。ついてキーナン主席検事は、日本は無条件降伏したのであって何を今更という態度で迫りましたが、京瀬弁護人はこう切り返しました。ドイツは無条件降伏をした。ところが日本は本土決戦の前にポツダム宣言という降伏条件を了承して受諾したのだ。無条件降伏ではないと反論しました。ポツダム宣言を見よ。第5条に我らの条件左のごとしとあって、いかに降伏条件を列挙しているではないかと反証を掲げたのです。ポツダム宣言の内容をご紹介いたします。無条件降伏という言葉は最後の13番目、
全日本軍の即時無条件降伏を宣言とあります。あくまで軍隊の無条件降伏を指しているのは明らかです。ポツダム宣言を前半後半に分けて画面に添付いたします。前半の第5番目には、我々の条件は以下の条文で示す通りとあります。そして後半の最後13番目には、全日本軍の即時無条件を宣言とあります。私は無条件降伏という言葉をインターネットで調べるうち、大変なことに気づきました。小学生向きから高校大学生、並びに一般社会人に至るまで、日本の歴史を紹介するサイトには、ほとんどどれも無条件降伏のポツダム宣言を受諾したと書いています。しかも条件付き降伏という考えは著しく誤っていると激しく攻撃しています。仮に100歩譲っても、これを書いている日本の最高学府の教授たちは日本人を貶め、何ということをしているのか、一体この人たちは日本人なのかと怒りが湧いてきました。これこそ GHQ が取った自分たちの手先となり、 GHQ が去った後も日本人を自虐史観に縛り付ける協力者です。教育界にこんなにもたくさん存在することを思い知らされました。これが75年経った現実です。まさに洗脳されている現状に声を上げなければなりません。さて、トリューマン大統領はマッカーサーに次のような資料を送りました。ここからは有馬哲夫氏の日本人はなぜ自虐史観になったのかから一部引用させていただきます。国家を統治する天皇と日本政府の大権は連合軍総司令部最高司令官としての帰下あなたのもとに置かれる。帰下はその権威を任務を遂行するためならいかようにでも行使できる。ここです。我々の日本との関係は約束に基づくものではなく、無条件降伏に基づくものである。帰下の権威は史上最も大きいものであるから、日本人の側からその範囲について、つまりどこまでですかと聞かれても質問を受ける必要はない。まさに高飛車です。ポツダム宣言は条件提示であった以上、日本双方が守る義務があります。しかもその条件は日本側ではなくアメリカ側が定めたのです。にもかかわらず、トルーマン大統領は我々の日本との関係は約束に基づくものではなく、無条件降伏に基づくものであると言っています。条件付きだと言って降伏させながら、降伏後には無条件だと勝手に書いているのですから、完全な背信行為です。以上です。ここに欧米人が有色人種に対して抱く強烈な差別意識を感じるというのです。トルーマン大統領は日本人に原爆を2度も落とし、また焼夷弾で多くの町や人々を無差別に切りつけた責任者です。同じ人間とは思っていないのでしょう。アジア、アフリカ並びに中南米を植民地とした欧米人の本性を垣間見るようです。彼の命を受け、マッカーサーは全権大使として日本を統治しました。彼は日本に一切の批判を許しませんでした。あたかも至高者である神のように統治し、恐怖で押さえつけ、約束を保護にし虐げる姿勢に、神への恐れはどこにあるのかと申し上げるのです。この屈辱こそ植民地支配を受け続けた民族の通る道でした。アジア諸国はこれを数百年耐えてきました。まさに理不尽の一言です。かつて日本人は名誉を重んじる民族でした。先の戦争では捕虜として恥ずかしみを受けるより、命を懸けて敵に向かって戦いました。その気迫が米兵にとって恐怖でした。たとえ一兵でも日本兵がいる限り、彼にとって心休まることはありませんでした。
日本人に気概があったからです。一方、ポツダム宣言を無条件降伏と捉えるなら、何を言われても仕方がないという反骨精神を失った生き方に変えられてしまいました。日本人が誇りを奪われた代償は、どんな犠牲よりも大きかったのです。日本人の精神を破壊することが GHQ の目的でした。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の心は、名誉を重んじる心でした。聖書の一節をご紹介いたします。キリストの裁判です。ユダヤ人はどんな手を使ってもイエスを死刑にすると決めていました。裁判官であるローマの総督ピラトは、この方に罪がないということを知り、なんとか死刑だけは免れるよう画策しました。しかし民衆を味方につけ、暴動を起こしそうなユダヤ人の圧力に屈したのです。暴動が起きれば、皇帝カイザルから罷免されることを恐れたのです。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは、自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について、私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。その人の血は、私たちは子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、バラバとは強盗と人殺しの容疑をかけられた人でした。イエスを鞭打ってから十字架につけるため引き渡した。新約聖書マタイの福音書27章の22節から26節。ピラトは水を取り寄せ手を洗いました。それほどイエスを死刑と宣告したことに良心の呵責を覚えたのです。そこでユダヤ人は、イエスの血の責任は自分たちと子孫とが負うと公言し、責任は我々が取ると言ったのです。ご存知の通り、ユダヤ人は以後国を追われ、約1900年間流浪の民として子々孫々苦しみました。責任を子孫に負わせるとは、なんと重いことでしょう。これを私たち日本人に当てはめます。大東亜戦争の責任が、戦勝国が押し付けた一方的、屈辱的な歴史観でした。十分な検証も反論もせず鵜呑みにし、無条件降伏したのだから仕方がないという曖昧な態度を取り続けた結果、子供たちが負わされています。その責任は、私たちは子供たちの上にかかってもいいと叫んだユダヤ人と同じと思います。事実無根の南京大虐殺が声を大にして反論しないために、ユネスコ世界記憶遺産に登録されたのです。もはや消しようがありません。慰安婦像は世界中に置かれています。名を重んじた日本人が汚名を子々孫々負わせ続けられていることに耐えられません。その責任は貶めた相手国だけでなく、むしろ声を上げなかった日本人にあると思います。つけ込む隙を与えたのです。曖昧な態度はもはや許されません。命を懸けて日本を守ってくださった私たちの先祖は、きっと臆病者と言うでしょう。今更何よ、もう終わったことと言うなら、当時のユダヤ人同様、その責任は私たちの子孫にかかってもよいと言っているのです。本心の声を上げる勇気が求められています。それではお知らせです。次回21回目、1月30日土曜日です。テーマは東京裁判その9回目、WGIP の7回目になります。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。